皆様こんにちは。権内おむすび権野ゆいでございます。今日は歌舞伎役者の中村雀右衛門さんの本をご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。それでは今日は中村雀右衛門さんの本をご紹介したいと思います。中村雀右衛門、私事。こちらは4世の中村雀右衛門さんの本で、人間国宝にもなられた方ですね。大正生まれでもうお亡くなりになられてますけども、この「私事」というタイトルの通り、生い立ち、そして戦争に行かれた時のこと、その後映画に出演されたり、中では左遷って書かれてましたけど、大阪の歌舞伎に出演されていた時のことなどが書かれています。そしてですね、その中にちょこちょこと舞踊にも活かせるようなことが書かれていましたので、今日はその中からご紹介したいと思います。まずですね、中村雀右衛門さん、お山としてとても有名な方なんですけども、もともと歌舞伎のお家にお生まれになっていて、自分は立ち役になると思っていらっしゃったそうなんですね。でずっとそのように修行されていたんですけども、ある日お山になれと言われて、とても驚かれます。そしてどうしたらいいんだろうと思って悩んで、猛練習が始まったということで、最初はとにかく型を教えてもらって、それを何度も練習して覚えるのです。それと同時に女性の真似をいたしました。母親やそばにいる女性や女優さんの仕草や体の動きを頭の中でスケッチしておき、それを真似して出すわけです。それはともかく、歌舞伎のお山の芸はどんなに女性らしい人でも実際の女性とは全く違うものなのです。女の真似から始まった歌舞伎ではありますが、芸を洗練していくうち、女の真似ではない独特のお山というものが出来上がっていったのです。演じるのは男ですから、男の目で女を見て、それを自分の中に取り込んで消化して初めて出来上がるわけです。いわばこの世には現実に存在しない女性です。現実の女性の所作や仕草をどんなに真似しても、舞台で魅力あるお山ができるはずもありません。歌舞伎のお山は女優や実際の女とは全く違う異界の住人です。舞台の上だけで咲く幻想の中の花なのです。だからあれほど美しく怪しい色気を備えているのではないでしょうか。そんなことにも気づかないまま、私は女の真似と型を繰り返していたのです。お山の芸について何も知らない者が舞台に上がると、つい体当たり、力任せに演じてしまいます。表面だけ、形だけで演技をしようとすると、役にこもっている心や芸といったものはなおざりになってしまうのです。心ここにあらずとはよく言ったもので、自分では役に集中しているつもりでも、芸の心はどこかに置き忘れているのです。仏作って魂入れずという言葉がありますが、仏の形さえできていない。ましてや魂などどこをさまよっていたものやら。それでもその場しのぎで表面だけでも形を整えようとするものですから、つい女の真似、女優の真似になってしまうのです。ということで、なんか芸はまず真似から始めろというふうによく言われますけども、真似をしているだけではダメなんですね。そしてですね、どんなものでも技を身につける時にはまず型を覚えます。歌舞伎は伝統芸能ですから、どの演目にも昔から伝わっている型があります。ある演目を与えられた時、とにかくその型を必死で覚えていきます。そしてある大きな役をされた時に、プレッシャーも大きく、毎晩遅くまで練習して夢中で型を体に叩き込みました。ある程度のことは覚えたつもりだったのですが、これが大きな勘違いだと気づいたのは舞台に上がってからです。例えば
一つ一つの立ち居振る舞いの型は覚えているので、どうにか形にはなっています。ところが困ったのは、型から型に移る間の空間の動きです。その空間をどのような動きでつないでいけばいいのか皆目わからないのです。手はどこにどのように動かすのだろう。頭はかしぐのかまっすぐにするのか。裾さばきはどのように。動く時の手はどこに置けばいいのだろう。ある型から次の型に移る時、ギクシャクしていてとても芸とは言えません。1、2、3、4と型通りにやるのですが、つなぎができない。立ち止まって一つの型を演じている間はどうにか型にはなっているのですが、それは芸というより体操です。この型と型の間の動きっていうのはこの前の本で流れというふうに書かれていましたね。日本舞踊の大切な要素の一つですね。本当にこれをつかむっていうことがとっても難しいことですね。流れ大切ですね。そしてね、こんなことも書いてありました。よく役者にとって色事は芸の肥やしって言いますよね。芸の肥やしになるから恋愛もたくさん知っておきなさいよとかいろいろ言われますけども、私の場合色事というのはどんなものでしょうということで、私は女性に関しては女房以外の人を好きになったことはないんですよ。女房は49歳で心臓の病で亡くなりました。そして他の方とお付き合いもされたそうなんですけども、自分の方から好意を持ってお付き合いされた女性というのはもう奥様しかいないということですね。で、役者に色気は大切です。でもそれが女性のお付き合いから出るとは私は思っておりません。男としての私は棒釘のようなものです。ただそこにあるだけで何の役には立たないようなものです。もし私の舞台に色気があるとするなら、それは長年の間鍛えた技術のゆえです。色気とは指一本の動かし方、体の動かし方、声色の出し方によって出たり出なかったりするものだと思っています。指の角度、首の傾け方、その時どこを見るのか、声の高低、間の取り方、それら全てを意識的に行いながら、それでいて毅然とした調和を生み出しているのです。それは色気に限らず、悲しみ、喜び、怒りといった感情全てについて言えることではないでしょうか。歌舞伎とは人間の心を最も美しい所作、型によって表そうと研鑽してきたもののように思いますね。これは歌舞伎同様、もちろん舞踊にも生きる言葉ですね。指一本に色気が出る。先の先まで意識して色気というものはどういったものかって考えながらお稽古に励みたいものです。そしてね、鏡についてのことがまたここにも書かれていましたね。この前、あれは三五郎さんの本ですねにも書かれてましたね。鏡は真実を映さないということで、日本舞踊では練習中に鏡を見てはいけないと言います。それは型にはまってしまうからです。型があるのに型にはまってはいけないというのは、人間というのは鏡を前にするとどうしてもそこに映った姿に頼ってしまいます。自主的にやろうとする心がなくなってしまいます。歌舞伎では心を腹と言いますが、腹を忘れてうっとりしてしまう。役者が自分の姿に惚れてはおしまいです。そこから先は伸びないからです。しかし人は心弱いものですから、鏡に映った自分の姿が一応整っていれば、それが自分の本当の姿だと思いがちです。けれど鏡は真実を映さないと私は思っております。ダメだということを鏡を見ることで見破れればいいのですが、なかなかそうはいきません。それで鏡を見てはいけない。本来なら師匠の言葉を鏡にして練習を重ねるのです。でこの後に師匠がいなくなって、今は鏡に映った自分にダメ出しをしていますっていうふうにおっしゃっていますね。
そしてね、この本の中で一番ここが心に響いたんですけども、それは小山は60歳にならないとものにならないよって言われたっていうところですね。これ27歳の時に言われた言葉だそうなんですけども、27歳の時に60歳っていうふうに言われても、それが果てしない先のことだと思って愕然としたっておっしゃっているんですけども、その後にね、歌舞伎役者の仕事は年を重ねれば重ねるほど芸は良くなっていきます。歌舞伎に限らず人の世には年を重ねて初めてわかることが多いものです。人の気持ち、物事を理解するその深さ、歌舞伎で言えば役や芸の奥深さ、相手役の気持ちといったものでしょうか。そしてこういったものが60歳ぐらいでようやく分かりかけてくるんだけれども、その頃になると気持ちは若いし、よく物事も分かってくるけども、体がね、だんだんちょっと言うことを聞かなくなってくるっていうことをおっしゃってましたね。60歳を越した時にまず腰が入らなくなってきて、日本の芸事はほとんど腰を入れることが基本になっていますから、これができないと役者生命に関わってくる。そして膝の筋肉も衰えてきます。そういった衰えを60歳で感じ始めたので、70歳からストレッチを始めたっておっしゃっていますね。そして80歳になった時にようやく小山というものが何かってことが少し分かることがあったそうですね、舞台の上でですね。はい、でこの小山は60歳にならないとものにならないよっていう言葉を見た時に、ふとこの朝比奈隆さんの本を思い出したんです。こちら朝比奈隆さん、指揮者として有名な方ですけども、この響きの中にっていう本の中に同じようなことが書かれていたんですね。この朝比奈隆さんですけども、音楽の世界に入られるまでにいろんなことを経験されてるんですね。阪急電車でお勤めになったりしていたこともあったそうなんですけども、25歳の時に本格的に音楽を始めたそうで、そして、40歳の時にまともに指揮の仕事を始めましたっていうふうに書かれています。でも70歳ぐらいになった時に音楽学校に入らないでよかったと思いました。専門教育を受けた人に比べて知識や穴やムラがあるかもしれませんが、音楽の世界以外の人間的接触が大切だとわかるんですよ。それがなければ、例えば落語の桂米朝さんと対等に話ができないですよね。米朝さんもそうだろうけど、我々の仕事は一種の芸事で、理論や方法よりも年数なんですね。指揮者はプレイヤーと仲間にならないといい仕事ができないんですよ。この人のためにやろうと思わせないとね。歌舞伎役者の片岡仁左衛門さんだって70歳ぐらいからですよ、名優と言われたのは。若い頃は器用じゃなく、姿が良くない、声が通らないと言われていました。仁左衛門さんは、先生、芸は70からでんな、そうでっしゃろと言っていましたよ。私の指揮の恩師、エマヌエル・メッテル先生は、人より一日でも長く生きて、一回でも多く舞台に出なさいとおっしゃった。とてもできないことだったらともかく、長距離ランナーのように年数かけて経験を積んでいけばいいというのは安心しましたよ。それだったら自分にもできるかなと思いましたね。ということですね。結局芸というのは人生経験というものを生きてくるっていうことですよね。なので私も私自身の60歳70歳になった時の舞踊っていうものがどういったものになっているのか、その未知の世界を楽しみにこれからもお稽古に励みたいと思いますし、皆さんの舞踊もとっても楽しみにしています。はい、ということで今日はこんな本のご紹介でした。
す。